皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから948日となりました。まずは全般的な事柄です。ウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は、兵士1470名、戦車14両、装甲戦闘車42両、砲55門、多連装ロケット4両、ドローン62機、巡航ミサイル2発、その他車両99両、となっています。戦線全体では、1日で181回の地上戦の報告がありました。後ほどお伝えしますが、ロシア軍は一度に50両の装甲車両で大規模な機械化攻撃を行いました。そして、視覚的に確認できるウクライナ軍の装備の損失数とロシア軍の損失数の比率は1対 3.6 で、ウクライナ側の損失数に比べ、ロシア側はその 3.6 倍になります。ロシア側の損失は民生用のバン、軍用トラックが多く、積極的に兵士を前線に送り込んでいます。反対に、ウクライナ側はピックアップが目立ちます。ウクライナ情勢に関するニュースを厳選して、簡単にお伝えします。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。オランダ空軍の F16 が退役し、ウクライナに移送される前に、国内最後の飛行を行いました。オランダ空軍では、45年間の就役期間の最後の飛行となるフォルケル空軍基地で、さようなら F16 という式典を開催し、オランダ国内を一周して基地に戻り、ビールで乾杯したとのことです。オランダからは24機がウクライナに供与される予定となっています。2番目。ゼレンスキー大統領はトランプ元大統領と会談し、ウクライナの勝利計画を説明しました。SNS のメッセージによると、ニューヨークのトランプタワーで行われた対談は非常に有意義だったとのことで、会談後ゼレンスキー大統領はトランプ候補に感謝し、戦争は終結させなければならず、ウクライナは勝たなければならないと強調しました。一方、トランプ候補は、私が勝てば、ウクライナ戦争を速やかに終結させ、私は、プーチン大統領とゼレンスキー大統領との両方と良好な関係にあると、ハリス候補との違いを強調しました。3番目。ロシア中央銀行は、金融政策を決める政策決定会合の議事録を公開し、インフレが続く中、ロシア経済が減速すると警告していることが明らかとなりました。議事録は、国内需要は冷え込みの兆候が見られるのと同時に、インフレ圧力は低下していないと指摘し、不景気の中で物価が上昇するスタグフレーションが起きる可能性を指摘しました。スタグフレーションになると、金融政策も財政政策も効果を発揮せず、政策の失敗を意味することになります。ロシア経済は戦争支出で好調だったものの、制裁、深刻な労働力不足で生産余力がない状態となり、中央銀行では2025年にはロシア経済が衰退していくと予想しています。また、昨日の動画でお伝えしたように、OPEC の生産削減とサウジの増産もロシアの財政を悪化させています。1970年代にアメリカでスタグフレーションになった時は10年間続き、最後は深刻な不況を経てようやく回復しました。ロシア中央銀行でも国内需要が冷え込み続ければインフレも低下すると同様の解決策を指摘しています。それでは各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと
日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、海外での出来事を参考に、ルジアンやルシアン軍など YouTube 用に最適化した表現でお送りしますのでご了承ください。北東部クルスク方面、ハルキウ方面。8月6日にウクライナ軍がクルスクに侵攻してから52日となりました。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は晴れ。最低気温14度、最高気温28度。今日の天気予報は曇りとなっています。この方面でルシアン軍は10月中旬までにウクライナ軍を追い出す命令を受けています。しかし、ルシアン軍は部隊間の連携に苦労している様子で、ルシアン軍は連邦保安局 FSB の対テロ作戦の特殊部隊を投入し、ウクライナ軍と地上戦となり撃退されているとの情報があります。戦争研究所では、アルファ、ビンペルといった FSB の特殊部隊は、重装備を持つ正規軍との戦闘には不向きで、ウクライナ軍に対応するための必要な訓練や装備が不足していると指摘しています。また、ノバヤガゼータによると、未だに FSB とルシアン軍の連絡方法がなく、任務を調整する統合司令部もないとのことです。コレネボ方面。この付近でルジアンはリュビモフカ、ダリーノ、ニコラエボダリーノに攻撃を行ったとの情報があります。そのうち、ニコラエボダリーノの南の国境近くでは、位置情報付きの映像によると、森の妖精が光を放ち消えていきました。ご覧いただいているのはその映像で、クリスマスソングを BGM にして、熱々の粉を振りまいているところとなっています。この場所は、9月23日にルシアン軍が占領したところで、戦況図に変更はありません。それ以外のクルスク方面では、目立った地上戦の報告はなく、奪還作戦を行う直前で動きが少ないのか、あるいは、ルシアン軍は作戦を実行できない問題を抱えている可能性があるようにも思われます。ハルキウ方面。この方面で、ルシアン軍は3回攻撃を行い、わずかに前進しました。フリボケ方面。フリボケの東のセレネでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍のドローンがルシアン軍の陣地を攻撃していて、この場所がルシアン軍の支配下にあることがわかります。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第127機械化旅団のもので、地図の場所の様子となっています。この付近を、ウクライナ軍の支配地からルシアン軍が占領したとして、戦況図を更新しました。それ以外のボフチャンスク方面などでは、ルシアン軍の攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありません。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で不特定の回数、スバトベクレミンナ戦でも少なくとも4回、シベルスク周辺で4回、チャシフヤール周辺で10回、トレツクの方向に17回攻撃を行いました。クピャンスク方面。ピシチャネ付近の突出部では、ルシアン軍は大規模な機械化攻撃を行いました。ルシアン軍はコリスニキフカとクルリャキフカに2つの攻撃軸で、合計50両の装甲車両で8キロ後方のタバイフカから攻撃を開始しましたが、ウクライナ軍が早くからこの攻撃を察知し、戦車13両、装甲車両27両を破壊または損傷させ、前線に出るまでにこの攻撃は撃退されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第92機械化旅団のもので、地図の付近の様子となっています。この攻撃により、ルシアン軍は、成果はなく、戦況図に影響のある情報はありませんでした。このような攻撃の後には、残った車両を再編成した劣化部隊で攻撃を繰り返す可能性が高く、注意が必要です。この方面で、機械化攻撃は非常に珍しく、一見場当たり的な攻撃は、ルシアン軍が
あらゆる方向に永遠に前進を続けることができるというプー大統領の勝利理論に基づくものとなっています。それ以外でも、この方面で戦況図に変更のある情報はありませんでした。チャシフヤール方面。この方面でルシアン軍は苦戦しています。ルシアンの軍事ブロガーは、この付近には森が多く、隠された装備を発見することが難しい上に、ウクライナ軍はドローンで優位に立っているため、占領地の拡大に苦労していると伝えています。この方面で、ルシアン軍は、チャシフヤールの南北で攻撃を行い、チャシフヤールの南でルジアンは前進しました。そのうち、イワニフスケの南西の運河沿いでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍がルジアンのいる陣地を攻撃しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の撮影したもので、ドローンが地図で示した場所を観察している様子となっています。この場所までルジアンが前進したとして、戦況図を更新しました。面積は1平方キロほどになります。トレツク方面。この方面でも、ルシアン軍の攻撃は続き、家一軒単位でルジアンが前進しようと試みています。1番目。トレツクの東側の住宅地では、位置情報付きの映像によると、民家に取り付いたルジアンをウクライナ軍が排除していて、この場所が最前線となっていることが確認できます。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の撮影したもので、地図のゴミ集積場の上で甲羅干しをしているルジアンの様子の一部となっています。2番目。また、その南の地図で示した場所でも、同様にルジアン軍が確認でき、この場所が最前線となっていることがわかります。結局、この方面で、ルジアンの攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありません。南東部ドネツク州、ポクロフスク、クラホフブレミフカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面で39回、クラホフ方面では34回、ブレミフカ方面で3回攻撃を行い、積極的な攻撃を続けました。ポクロフスク方面。この方面では、ルシアン軍は正面突撃と側面攻撃を使い分けてポクロフスクに迫ろうとしています。そのうち、西側正面のマリニフカでは、いくつかの情報によると、ルシアン軍はマリニフカを占領したと伝えています。マリニフカでは、ウクライナ軍が半包囲されていたことから、撤退が終了したと考えられます。戦況図では、マリニフカの南側の一部を除き、係争地からルシアン軍が占領したとして更新しました。それ以外については、ルシアン軍は攻撃を行っていますが、前進にはつながらず、戦況図に影響のある情報はありませんでした。ブレミフカ方面。現在、最大の焦点となるブフレダールでは、ルシアン軍は西側で間合いを詰め、総攻撃の開始前にドローンでビラを散布して投降を呼びかけています。ご覧いただいているのは、西側の街区の第3学校付近の地図で示した場所の様子となっています。戦況図では、西側郊外の道路までをルジアン軍が占領したとして戦況図を更新しました。面積は8平方キロほどになります。後方地域。今日はロストフナドヌーの北にあるノボシャフチンスクで火災があり、地元当局はドローンが撃墜されたと主張していますが、写真では何かの塔を背景に燃えているように見えます。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。この方面でルジアンはザポリージャ方面で3回、ドニプロ川の三角地帯では2回攻撃を行いましたが、これらの攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。その他、以前の動画でもお伝えしましたが、ハルキウ方面のボフチャンスクの骨材工場を開放したウクライナ主要情報総局の特殊部隊の指揮官は、リネックスという別名でメディアのインタビューに応じ、その様子を語りました。
突入当時、骨材工場で包囲されていたルジアンは80人ほどで、友軍からドローンで水、食料、弾薬を届けられていましたが、指揮官によって管理されていたとのことです。しかし、骨材工場には地下室に井戸があり、そのおかげで包囲されても長くいることができたとのことです。現場は恐怖と暴力が支配し、ある兵士は許可された量を超えた水を飲んだために指揮官にされたとのことで、飢えと病気が蔓延し、脱走の試みが頻繁にあり、ある兵士は傷の状態が悪化したため、自ら命を絶ったとのことです。また、兵士たちは、その辺にいた犬を捕まえて、ベタとの報告があるほか、死んだ状態で発見された複数の兵士には、腹部が切られた跡があり、肝臓がなかったとのことで、インタビューに応じたリナックスは、わからないでもないと、絶望的な状況を語りました。今日は以上です。戦況の分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、視聴者様にお願いがあります。このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画があります。ニコニコ動画では、YouTube から削除した過去の動画を順次掲載しています。普段は、このチャンネルで発信していますが、他の例を見ますと、何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせすることがあるかもしれませんので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。